つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はお金をかける釣り具とかけない釣り具と題して、釣り具にお金をかけるべきもの、かけなくていいもの、無駄なく賢く釣りを楽しむコツを解説していきます。釣りを始めるとき、または本格的にステップアップしようとする際、誰もが一度は悩むことがあります。それはどの釣り具にお金をかけるべきかという問題です。釣り具は種類が豊富で価格帯もピンキリです。すべてを高価な道具で揃えればいいわけではありませんが、逆に安物ばかりで揃えてしまうと釣りの快適さや釣果に悪影響が出ることもあります。今回はお金をかけるべき釣り具とコストを抑えても問題ない釣り具について詳しく解説します。無駄な出費を避け、釣りの楽しさと効率を最大化させましょう。今回のお話はもちろん人によってお金の使い道は自由ですので、あくまで参考程度でご覧ください。どのようなところにお金を使っているのかコメント欄で教えていただけましたら嬉しいです。本日の結論です。釣果や快適さを優先する。必要最低限使えるものは安く。セールや中古品を活用する。お金をかけたい釣り具。釣り具の中でも性能や耐久性が釣果や快適さに直結するものはお金をかけるべきと言えます。次の項目は優先的に予算を使うべき代表例になります。ロッド、釣り竿。釣り具の中心ともいえるロッドは間違いなくお金をかけるべき道具です。特にターゲットや釣法に合わせた専用ロッドを選ぶことで釣りが格段に快適になります。ロッドにお金をかける理由。感度。高価なロッドほど魚の当たりや底の状態を手元にしっかり伝えます。特にルアーフィッシングでは感度が命です。軽量性。安価なロッドは重く長時間の釣りで疲れやすいですが、高価なロッドは軽量で操作性が抜群です。耐久性。品質のいい素材が使われているため折れにくく長持ちします。例えばシーバスやエギング、バスフィッシング用のロッドは1万円以下の安物より2万円から3万円以上の中級モデルを選んだ方が断然使いやすく、結果的にコスパも良くなります。リール。リールはロッドと並んでお金をかける価値がある道具です。安価なリールは巻き心地が悪かったり、すぐにガタが来ることがあります。リールにお金をかける理由。巻き心地。高品質なリールは滑らかな巻き心地でストレスなく操作できます。耐久性。特にソルトウォーター、海釣りでは塩害に強い耐久性が必要です。ドラグ性能。魚とのやり取りで重要なドラグ性能が高く、大物にも対応しやすくなります。例えばシマノやダイワのリールでは最低でも1万円から3万円程度のモデルが信頼性や操作性で優れています。ライン、釣り糸。見落とされがちですが、ラインも重要な投資ポイントです。安価なラインは切れやすく、大物を逃してしまう原因になります。ラインにお金をかける理由。強度と耐久性。高品質な PE ラインやフロロカーボンは細くても強度があり、安心して使えます。トラブルの少なさ。安物のラインは絡みやすく、釣り中のトラブルが増えます。感度。良質なラインは感度が高く、当たりをしっかり感じ取れます。例えば PE ラインなら1500円以上、フロロラインなら1000円以上の製品を選ぶと安心です。フックやルアー。魚と直接コンタクトするフックやルアーもお金をかけていいところです。フックやルアーにお金をかける理由。刺さりやすさ。高品質なフックは鋭く、ばらし、魚が逃げることが少なくなります。ルアーの動き。高価なルアーはアクションが自然で、魚が食いつきやすいです。例えばメタルジグやプラグ系ルアー、信頼できるフックメーカーの製品を選びましょう。お金をかけなくてもいい釣り具。性能差が
釣果に大きく影響しない道具や代用品で済まされるものはコストを抑えても問題ないと言えます。クーラーボックス。魚を保冷するためのクーラーボックスは必要ですが、釣り初心者や短時間の釣りであれば高級品は不要です。安価なクーラーでも保冷剤を工夫すれば十分です。ただし、長時間釣りをする場合やキャンプを兼ねる場合に高性能品が必要になります。例えば5000円以下のクーラーボックスでも適切な氷や保冷剤を使えば実用的です。ウェア類。釣り専用ウェアは魅力的ですが、一般的なアウトドアウェアや防寒具でも代用できます。最低限よく行く釣り場での防水性、防寒性があれば十分です。安価なレインウェアやワークマンなどの防寒具でも十分です。ただし安全面を考慮してライフジャケットにはお金をかけるべきです。タックルボックスや小物入れ。道具を整理するタックルボックスは100円ショップやホームセンターのケースでも代用可能です。安価なケースでも整理整頓が可能です。高価なものはデザインや耐久性が優れていたり、広告費が含まれていることが挙げられます。その他のアクセサリー類、フィッシュグリップやプライヤー、カッターなどの小物類は必要最低限の機能があれば十分です。プライヤーはホームセンターの安物でも使えます。フィッシュグリップは魚のサイズ次第で選べば OK です。賢い釣り具の選び方のコツ。優先順位を決める。まずはロッド、リール、ラインの3つに予算を集中させましょう。釣りスタイルに合わせる。釣り方やターゲット、魚に応じて必要な道具だけにお金をかけましょう。セールや中古品を活用する。釣り具店のセールや信頼できる中古品市場を活用すれば、高性能な釣り具をお得に手に入れられます。まとめ。釣りを長く楽しむためには、無駄な出費を避けつつ、お金をかけるべきところと節約できるところを見極めることが大切です。お金をかけるべき釣り具。ロッド、リール、ライン、フックやルアー。お金をかけなくてもいい釣り具、クーラーボックス、ウェア、タックルボックス、小物類など、賢く釣り具を選んで快適な釣りライフを楽しみましょう。この動画が釣り具選びの参考になれば幸いです。次回の釣果では、ぜひ適材適所の釣り具で釣果を伸ばしてみてください。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。